突然です。ゆりやんです。はらせんということで始まりましたはらせんラジオ。陣内智則の面白い方、原田専門家でございます。この番組は日々私が思っちゃったこと、見ちゃったこと、聞いちゃったこと、言っちゃいけないこと、食べちゃいけないもの、飲んじゃいけないもの、やっちゃいけないことなんかをお話ししておる番組でございます。あとね、ずっと何も触れておりませんが、背景は今ずっとやっておりますスプラトゥーン2のねプレイ動画です。ここをね楽しみにしている人はまあいないとは思いますけどもそんな感じでやっております。はい、今日お話しするのは、R1 ですね。見ました？まあ 見たでしょう。何でも聞くところによると視聴率が 6% ぐらい 6% 台だったという話を聞きました。裏がねいろいろイッテ Q やらポツンと一軒やそれから何がありました？ NHK のあれが強かったらしいですが軒並み 10% 台で、R1 だけが6% だったそうです。それからR1 の前のサザエさんが10何%で、その R1 終わりの何ですかミスターサンデーかなR1 終わりもまた 10% 台に戻ってて R1 のところだけこうへこんでたっていうのを聞きましたが、まあ録画とかねニュースとかで話題になってたんで見た方もいるとは思いますが、優勝はユリアン・レトリーバーさんでしたね。いや面白かったということで、まあ方々で R1 の考察みたいなのやってるんですけど、僕はもう考察とかじゃないです。見たそれぞれの感想を一組ずつね手短に言っていこうかなって思います。まあ順番通りにね見ていきましょうか。まずねトップバッター松本クラブさん、松倉さんね、好きなんですよ僕ね。松倉さん大好きで、一度ザコシのイベントのね打ち上げで、一緒になった時にこう告白しましたよ。好きなんですと、好きなんですよ面白かったですね。ネタの構造がね非常によくできていて、こう物語的で芝居チックでというかね、よくできてますね。なんていうんですかね、こう同じ言葉でもシチュエーションによってねあれだけ変わると、言葉や行動でもねみたいなのがうまいことネタにされていって面白かったですね。ただそうですね、敗者復活戦で勝ち上がって一番手でっていうのはやっぱりネタ向きではないというかね、まあだから順番によってネタをどうこうするのかみたいなところも含めて、いわゆる、コンテストもいわゆるそういった競技用のチューンは必要なのかなとは思いますけどね。まあそこまでしてという言い方もあれですけど、してR1取りに行くのか行かないのかね。結果ユリアンはチューンして取りに来たなって感じはしましたんで、とは思いましたけど、まあ松倉さんのやりたいことは十分伝わってるし、面白さも十分伝わってると思うんで、まあ面白かったです。でザジーね、僕はもうザジーが優勝だと思いましたね。決勝で衣装を変えてきた時点でもうザジー優勝でいいって思ったんですけど、1本目のねフリップなんそれね面白いですね。もうだんだんこうむちゃくちゃといえばむちゃくちゃなんですけど、なんそれ待ちになるじゃないですか。もうなったらでどこで出てくるんだ、いやそれをなんそれという前にこっちもなんそれだろうみたいなところは何箇所かあるんですけど、そこをスルーしてね、もっと突拍子もないなんそれが出てくる。でだんだんねオノマトペがリズムになって歌い出すっていうのをなんかもう構造無形でむちゃくちゃで面白かったですね。
面白かったです。そして土屋さん、自転車に乗ってこう足の痛みをね抱えながら自転車を漕いでいるけども、なぜかトシちゃんのモノマネにハマっていくという流れ、世代ではないのにトシちゃんのモノマネが面白いというのでやって、でもそれがまたああやって決勝に上がれるぐらいこう受けるってことは、こうなんていうんですかね、もはやそれは人類の共通認識としてトシちゃんのモノマネというものが面白いものだということになってるんですね。どこでねトシちゃんを知ったのかは詳しくは知りませんけども、なのでもっとトシちゃんを知ってれば、例えばザコシのトシちゃんのモノマネを見たりねしていればね、せっかくこう足が痛くてね自転車が漕げない、上がらないみたいなのにこう足がピーンと上がるとか、そういうところもできたのかなと、トシちゃんを全盛期を知る身からすると思ってしまったので、物足りなさはちょっとあったかなとは思いましたけど、面白かったですね。それから森本サイダーさんですね。これはよくできたネタというかね、まずやったコントについてね、こう自分で改めて突っ込んでいくとか、こうメタ構造ですよね。が本当にちょうどいい具合のね、突っ込みたくなる具合、リュックの大きさであるとか今里とかね、あの辺のこうなんていうんですかね、スルーしてもいいけどやっぱりなんかちょっと気になるみたいなところがうまいですよね、のチョイスがと思いました。面白かったですね。構造的にもすごく面白くて、面白いなと思ったんですけど、これ順番前後しちゃうんですけど、最後のねユリアンの決勝でやったネタも同じような構造ですからね。それと比べちゃうとやっぱりユリアンのむちゃくちゃさっていうのはずば抜けてましたねとは思いましたけど、それから吉住さんね、パプーと名付けた怪物がね、最初はこう言葉もわからない、でもね仲良くしたいっていうのでやっていくんですけども、ね、こう心が通じ合わない、言葉も通じ合わない中でこうなんていうんですかね、愛情とかそういった心が芽生えるのかなと思ったところでのね射殺しろですからね面白いですよ。だから僕はあれを見てて令和のなんていうんですかね、古典落語というか講談に近いですよね。一人コントというのは講談に近いです。落語というのは登場人物のとがきの部分があんまりなくて、登場人物のセリフでこう話をね聞かせるのが落語で、講談は逆に登場人物のセリフもあるんですが、とがき部分ですね、状況説明の部分もあって、お話を進めるというかみたいな構造的に言うと、もう吉住さんのコントは令和版の講談だなと思いましたね。よくできていると思いましたね。面白かったですね。それから寺田裕明さんね、もう出てきた瞬間これはバカリズムっぽいなと思ったんですけど、ネタの中身もバカリズムっぽくてね、聞けば同じ事務所だというので、これは何かその同じ路線を行っているのかね、誰もそこを突っ込まないのかとは思いましたけども、ネタもねすごくネタの内容も面白いじゃないですかね。 I love you のを、月が綺麗ですねと訳したようにいろんなものを訳していきましょうみたいな感じでいくんですけども、ネタのねチョイスも中はすごい面白いんですけど、ただやり方がねちょっとずっとフリップ見て読んでるだけで顔がほとんど映んないんですよね。でフリップ芸ってともすれば誰がやってもいいんじゃないかみたいになってしまうので、そこはやっぱり、らしさを出すためにも、何かねその読むだけじゃなくて読む時の表情とか顔芸じゃないですか、そういうのはやっぱり必要かなって思いました。そして加賀屋の加谷さんね、これはもう
よくできているあるあるというかね、本当にボケというボケではないんですけども、見せるね、こう何でもないこともこんなに面白みがあるんだよっていうね、演技一つでね、非常に面白かったですね。まあよくというかネタバレでも見てたんで、このネタかって思っちゃった分、ちょっとやっぱり僕がね、こうちょっとねインパクトにはかけましたけども、それでもやっぱり面白かったですね。一発目に見た時のね衝撃はさすがにありましたからね。それから健太郎福也さんですか、深谷さんね、もうあれね、キャッチフレーズにこの人は負けたねって思ったね、三面ね、三面のなんとかトリプルなんとかね、三面フリップ3枚使った魔術師みたいなことを言ってるんですけどもうその前にザジーが4面使ってますからね。しかもね3面を使ってっていうのはもうネタバレじゃないですか。もう期待値がもうね上がりきった状態で始まって、まだかそれだけみたいなことになっちゃったんで、あれはもうキャッチフレーズが悪いですよ、全てにおいて。そう思いましたね。もっとフラットな感じで見たかったな。なんかどのコンビもR1 の作り自体かな、どのコンビの前振りの V というか振りかぶりすぎですよね。で蓋開けたらみたいになっちゃってたのがちょっとって思いましたね。はい、もったいなかったというか。はい。で高田ポルコさんね、もうこれはなんて言うんだろうな、角度ね角度笛じゃないよ、角度、こう何か言ってこう曲がってた角度、角度がいいよね。角度、乳首とかじゃない角度、角度に尽きるなと思いましたね。だからネタを切り込む角度ね、なかなかその角度で突っ込まないだろうっていう角度ね、角度が良かった。それがユリアン、まあね、面白かったなと思った。観葉植物ね、あんなに観葉植物いじるっていうぐらいね、観葉植物言ってましたけど、1本目で決勝はね、もう拳銃構えた時点でもうそれ以降はもう何をやっても許されたね。だからね、自虐といえば自虐だし、でも面白かったですねというのが感想でしたね。で R1 自体の感想というのはいろいろ至らないところばかりが目につきましたが、一番はやっぱり審査員にね話があまり聞けなかったのがちょっと見ていてね、何のためにあそこに彼女らは座らせているんだっていうのは見てても思いましたし、最後のねネタのリプレイ、あれはね、僕はソード話題作りのためにわざとあれをやったんだろうと思っておりますね。肯定派です。なので話題ね見事なったじゃないですかね。だからいわゆる炎上商法ですよ。今後増えてくるんじゃないかな。もういろんな番組でじゃあ前半のねいいところを見てみましょうって最後に、いや見てよね、見てない人は見てないけどいや見てよっていう手法がニュースや朝のニュース番組、情報バラエティではよくある手法じゃないですか。天気予報を何回もやったりね。でもその朝の時点ではこう出勤時間、出社時間、投稿時間に合わせて見る時間帯がちょこっとずつずれてくるから、同じニュースを何回もする、同じ、芸能情報を何回もする、天気予報を何回もする、占いを何回もするっていうのは朝の番組だから成り立っていたものをあれ夜に持ってきたんですよね。 R1 っていうのはあれはなかなか新しいですよね。だからどこで寝るのかどこで起きるのかわからない夜のお仕事の人のためのね、なんでしたっけ、都知事が言ってたの、夜の人界隈ね、向けた番組作りがされてて、いや非常に好感が持てましたので、今後ねドラマとか、アニメとかねじゃあ前半のサザエさんのね、じゃあ3本目は今日は1本目をもう一回見てみましょうとかね、やりますよこれきっと
ね、そう思いました。新しかったね。いや、面白かった。ということで、今日は R1 のお話でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。